今回は2012年から2013年にかけて放送されたアニメ「ガールズ&パンツァー」の第2話を見た当時の視聴者の放送終了後の反応を紹介していきます。それではどうぞ。これは今季最高の萌えアニメだろ。1話はって感じだったけど、2話で面白くなってきたな。暇つぶしで見てたら、予想以上に面白かった。ノリがいいなこのアニメ。戦車とかよくわからんけど、なんかじわじわ来る面白さがある。割と面白かった。このままシュールラブ混ぜながら、スポーツ青春ものみたくやってくれ。結構面白かった。作が丁寧だし、動画もしっかりしてるな。2話面白かった。っていうか、結構本格的な知識披露してて、驚いた。クラッチとかアクセルとか、車と同じとは知らんかったよ。勉強になるわ。運転方法とか、豆知識はすげえ面白かったね。3話で主人公大活躍という、王道展開にしてほしいわ。戦車かっこいい、女の子かわいい、ギャグ面白い。最強やん。すげえ面白かった。会話のテンポがいいのかな。個人的にツボにはまりまくりで面白い。最後までこのまま走ったら神だわ。パンツ出てこないのはタイトル詐欺。おパンをみんなで探したり、洗ったり、今回ももろパンアニメだったじゃん。パンツのアホって言ってただろ。すごく良かった。僕も戦車になりたい。いいねこれ。キャラが多すぎて収集つかなくなったりしなければ、名作の予感。キャラ多すぎて、全部は覚えられそうにないな。脇役そこそこキャラ立ってるな。名前覚えられそうもないけど。ツッコミどころが満載だな。とりあえず登場人物が多すぎ、20人ぐらいはいるよな。ストパンは自分でもびっくりするくらいあっさり全員の名前覚えたんだが、ガルパンは苦労しそうだな。女ばっかだし、共感はおっさんが良かった。戦車に詳しくない人でも楽しめて、知ってる人はより楽しめるように、うまいこと工夫されてる。あそこで教官から、操作説明されてたら、泣いてたかもしれない。女の子可愛くて面白いな。今後はスポコン路線なのかね。キャラがやたら多いが、終了までに覚えられるだろうか。悪が強そうなのは多いけど。キャラがこれだけいるだけに、それを手っ取り早く浸透させようとして、A パートは血と空回りした感じ。が、いざ戦車が動き出すと、こいつはこういうやつかってのがパパッと伝わって、がぜん面白い。戦車スキーの子が、飯合水産の準備してる時の鼻歌って、なんて曲なんだ？映画とかで結構聞く BGM のような。飯合やってる時の鼻歌、ダイハード3で聞いたことあるな。ジョニーが凱旋する時、アメリカ文化だよ。ジョニーが凱旋する時を鼻歌で歌いながら、飯合を取り出す女子と、結婚したいです。劇中に流れる曲はもしかして、全部実在する音楽のアレンジなんだろうか？わざわざ作らなくても、著作権もへったくれもないもんな。著作権切れ多そうだしな。マーチはもともと、どれも似たような旋律だらけのジャンルだからな。それをアレンジと呼ぶべきかどうかは、作曲者のさじ加減かもしれん。ど素人をいきなり戦車に乗せて運転させるなんて、ざっくりすぎだろ。みんな初心者じゃねえのかよ。よく戦えるな。個人的にはすげえ面白かったんだが、ググったくらいで操縦できたら、苦労しねえよ。戦車がエンストするの初めて見た。そうだよな。MT だもんな。とりあえず最大の突っ込みどころは、実弾使うのに、安全、ってことか。安全に配慮された実弾。なんて説得力のないセリフなんだ。いくら戦車を丈夫にしても、人間に当たれば死ぬと思うんだけど、特別なバリアーでも張ってあるのか？コックピットがめちゃくちゃ頑丈らしいよ。戦車が欲しければダンジョン潜るか、金属探知機片手に、フィールドを歩き回るんだ。茨城県北って物騒なところなんだな。県南に住んでてよかった。空母上の出来事です。通過どう考えても、住宅街とか校舎近いよね。そんなところで実弾ぶっ破していいのか？ナム8万大菩薩。高校生がなんでこんな言葉を知ってるんだ。しかし、頭がおかしくなるアニメだな。C2 で一丸式投下するな。一丸式がだいぶ軽くなったとはいえ、あれ確実に駐車場舗装し直しだよね。というか、中の人が怪我してもおかしくないレベル。しかも、学長の高そうな車を転がした上に粉砕。さすがに吹いた。てか、普通に破壊力あるよな。踏みつぶされたら、ひとたまりもないが、本当に安全面に配慮されてるの？って感じだ。砲弾や戦車に細工されてても、いろんな面が不安すぎる。一丸式戦車が踏みつぶした車って、フェラーリだよな。F40 に見えたが。
しかし、こりゃ面白くなりそうだ。校長の車への電撃効果作戦、クソ吹いた。っていうか、誰も突っ込んでないけど、そもそも今回の話の最後、戦車の進路上に寝てる子がいて、美穂が、危ないって言ってるんだが、あれ大丈夫なのか？ハラハラするんだけど、戦車オタによると、1話の初試合、両方のチームの戦車の走行火力から言って、ほとんど無理ゲーらしいけど、以後それくらいの性能差があって、なおかつステージが砂漠とか平原とかの地形だったら、どうしようもないよね。砂煙巻き上げて、煙幕代わりにするみたいな、奇策に出るんかな？花ちゃんをガチで蹴ったのは、ちょっと許せないな。そんな、親友を蹴るなんて、ミリー、ドガー。思いっきりやってください、とか言ってたからな。蹴られた娘が、何かに目覚めなくてよかった。実は蹴る行動、本当に昔やってた方法だったりします。足蹴り命令とか、細かい描写が効いててよかったわ。でも主人公の子、戦車の知識ある設定なんだから、戦車で森にホイホイ入ってくのは、どうかと思った。初期配置につかないといけないからでしょ。各高校を、戦車の型の違いと、キャラだけで差別化するの、大変そうだな。何らかの特殊能力持たせるか、国にちなんだ特徴でも持たせるのかな？各戦車の乗員数はあれでぴったりなのか？暗号チームはもう1人入るとして、生徒会チームの3人って、少なく思えるんだが、通信の簡略化、自動装填システムの確立がなされても、警戒要員とかで、結局4人は必要って話だからな。乗員4名だから足りてない。会長が役に立ってない気がするから、実質2名足りてない気が。エンディング見る限り、コマンダーが西住、通信が竹部、運転が冷勢、砲手が秋山、装填がいすず。これで合ってる？しかし女の子が手動装填とか、最終回の頃には、装填手の娘さん、腕がパンパンのマッチョになってそうだ。これ、キャラが戦車でドンパチしてるのを楽しめれば、それでいいよね。戦車の種類とか覚えられないわ。戦車って、エロいんだな。意外とディテール凝ってて、期待値上がっちゃったよ。擬態の描写が、細かくていいな。各戦車の車内描写も、しっかりしてて面白いよね。89式もアングルが変わると、後方機銃がしっかり見えてる。種類が違えば、運転方法も様変わりしてるのも、見てて楽しい。車内のいろんなところの視点は、作り手が、戦車内に女の子を配置して芝居させたい。って熱意を感じる。戦車のことはよく知らんのだけど、自衛隊で使ってるやつとかも出てるの？今回、空輸で降下したやつが自衛隊の新型。試合には出れないと思われるが。かっけーと思ったら、大体日本かドイツの戦車だ。戦車、イコール、重いってのは、今の戦車をイメージしちゃうからだろうけど、実際には、当時の戦車は装甲も薄くて、特にハッチなどは軽かったそうだ。4号の砲塔ハッチは、厚さ 1.3 センチ。1センチ厚の鉄板だから重いには重いのだけど、女子高生でも動かせないわけではないと思う。バレー部が、ブロックされましたとか、バレー用を使うのが面白い。バレー部の木にぶつかった時の、根性が何度聞いても笑える。バレー部いいよな。元からチームワークありそうだし、目的もはっきりしてる。これで戦車がもうちょい良ければ、いいとこ見せてくれそうなんだが。バレー部チームが、廃部を告知された屈辱って言ってたけど、これ多分、生徒会がまたヤクザみたいな脅しで、戦車道やれって言ったんだろうな。そもそもバレーできる人数に達してないところを、疲れたんだろう。もう突っ込んだら負けなんだろうけど、池の中に使ってた戦車って、大丈夫なんか？自動車部なめんな。どんなとこからでも戦車運んでくる自動車部。マジすげえだろ。自動車部の能力がヤバすぎる。自動車部が、戦車の整備をできることに驚いた。自動車部は超人気部で、人も多いに違いない。それで5つのエンジンのリストアも、一晩でできたんだよ。生徒会長、今のところ全く可愛げゼロで、可愛いな。乗れなくて副会長に持ち上げてもらうのかと思ったら、踏み台にするのがいいわ。生徒会長が割とクズで燃える。副会長も何やってんのさ。ひょいと持ち上げるのかと思ったら、踏み台になってた子、かわいい。沙織ちゃんマジ天使、いいお嫁さんになれるよ。沙織ちゃん、マジ気配りのできる娘、美穂ちゃんの嫁だこれ。料理できなくてごめんなさいな花ちゃんに、お花があると空気が明るくなると、特技を褒めて励ましてあげたり、美穂の実家系統の話になると、話題変えてあげたり、素直ないい子が多くて、見てて心が安らぐな。
ちゃんと唐揚げの皿に、薄切りのレモン添えてあるのは、ポイント高いな。レモン派がいるぞ。海産物が多いのは、戦場だからなのか？ハマグリが、ミュータントレベルにでかいよな。顔映ってないのに、ご飯が大盛りなだけで、座席がわかるな。あの稼働のこの大食い設定は、何か意味あるんだろうか。戦車オタの子が、地味だけどすごく可愛い。秋山さんは戦車オタだけど、実戦能力はダメそうな予感。秋山さん、戦車知識が、主人公一強にならないようにするためのキャラだよね。残り3人が、人間の三大欲求に忠実って、キャラ付けが大味すぎて面白い。睡眠、食欲、性欲か。言われて初めて気づいた。秋山さんは、ラスト付近ですごいキーマンになりそう。今日は戦車を洗車すると言ったろう、キリ。会長に進んでます、どやー。桃田そう。1年生図がゆとりっていうか、今時の子らしくてとても良かった。図書館で一人、漫画からのべみたいなの読んでるし。M3D がウサギ小屋にあったのって、ウサギ、USA ってことか？ちょくちょくいろんなキャラが喋る小ネタが小気味いいな。いいテンポ出してる。しれっとネタ挟んでくるのがいいよな。フィンランドに謝れー。で、みんな一礼、で吹いた。あっちにフィンランドは多分ない。そういやパンツァーハイって何？単に戦車に乗って、ハイになってるってこと？ランナーズハイにかけた、ジョークだろう。世の中にはアニメを見て、やっはーってなる人もいるだろ。ガルパンより、このスレのおかげで、無駄な戦車知識が身についてくる。今まで戦車とか、全く興味なかったけど、戦車ってなんか可愛い。それゆけ、中堅秋山殿。このコーナーでは、戦車オタな、うざかわいい秋山ゆかり殿の魅力を、気まぐれに紹介していきます。それではどうぞ、秋山ゆかり殿を。なんかこの子、可愛い。この子、いいキャラしてるわ。髪の毛、多すぎじゃね。髪の毛、もふもふ。髪の毛の中から、武器出てきそう。声が好きだな。あと主人公のこと好きなの？憧れているらしい。雰囲気が、犬っぽいよね。美穂に懐く、犬みたい。美穂ちゃんの前で、もじもじフリフリする姿が可愛い。まったく、戦車は最高だぜ。声がどことなく男っぽいな。正確に言うと、女性が演じる男キャラっぽい。戦車道の復活、憧れの美穂ちゃんとの出会い、友達。今のゆかりちゃんは、とても幸せそうだ。調子に乗って、うざくなったのを自覚して引っ込む。可愛いじゃないか。パンツァーハイを指摘され、赤くなるのが可愛い。ギャグ的演出云々はさておき、重いリュックサックを背負ってるし、足腰は鍛えられてそうだな。前のめりな自分と、トラウマ持ちの西住殿との間に起きるであろうすれ違いを、どう乗り越えるかが見どころだな。この子ってなんか、語尾に、ござるつけても、違和感なさそう。戦車について熱く語る秋山さんが、なんかうざいから、髪の両側もふもふして、困った顔させたい。ご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録、高評価、コメントなどよろしくお願いします。それではまた。